F 近藤です。今日は公共の経済分野基礎編応用編として1997年に起こったアジア通貨危機について学んでもらおうと思っています。もしかしたら今同じようなことが起こっているかもしれません。このグラフは円相場の推移を表しています。前回の動画ではニクソンショック、スミソニアン協定、キングストン合意、そしてプラザ合意とルーブル合意を勉強してもらいました。今日はアジア通貨危機、この部分ですね、学んでほしいと考えています。1990年代前半、タイはドルと自国通貨バーツの為替相場を固定するドルペッグ制を採用していました。インドネシアやフィリピン、韓国もこのドルペッグ制を採用しています。当時はドル安が続いていますから、バーツ安。また、ドルペッグ制を採用している他のアジアの国々の通貨も比較的に安定していました。その結果、輸出関連の産業を中心に好景気が訪れたんですね。その好景気に目をつけたのがヘッジファンドだったんです。このヘッジファンドっていうのは、一部の富裕層や金融機関から資金を預かって、世界的な規模で短期的な投資を行い、さらに高い利益を得るという組織なんです。ヘッジというのは保険という意味があって、仮に株式等が暴落しても、その保険が効いて、損失は限定的ですよ。そうしたファンドなんです。ヘッジファンドから多額の資金が流入して、通貨や株式、債券、不動産がどんどん買われていって、タイではバブルが発生したんです。1992年以降、中国は4つの近代化を掲げ、改革開放政策を推進しました。欧米や日本の企業は東南アジアよりも中国へどんどん進出していきます。また、1995年にはアメリカで強いドル政策の採用。これは当時の財務長官のルービン氏が強いドルは国益。このスローガンを繰り返し唱え続けました。その結果、ドル高の方向に向かうんですね。当然ドルに連動しているタイなどのアジアの国々の通貨もドルと一緒に上昇します。タイでは輸出が伸び悩んで貿易収支が赤字になってしまうんです。貿易収支の赤字が続いてくると景気が後退します。景気が後退してくると外国人投資家の中には投資を見合わせたり、やめたり、さらに資金を引き上げる人も出てきます。当時のタイの、金融機関ですね。外国人投資家から短期の資金を調達している。で、その資金を自国通貨のバーツに変えて、国内の企業に長期で貸し出ししてるんです。つまり、銀行は手元に資金が少ないという状況。これを知った外国人投資家はさらに資金を引き上げるんですね。
どんどん銀行は手持ち資金がなくなっていきます。これが金融危機につながってくるんです。また、ヘッジファンドはタイの通貨バーツの売買によって利益を上げようとします。ヘッジファンドはですね、タイの通貨バーツは、これは明らかに過大評価されていると考えていました。例えば先ほどの銀行の例で言うと、要は外貨資金をどん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 バーツに変えてるんですよね。そうするとバーツというのは実際の価値というのはものすごく低いのではないか。そう考えたヘッジファンドはこのバーツをどん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 売っていくんですね。売って利益を上げる。この言葉すごく難しいんですけど、例えば公共で勉強する金融商品の中に、例えば債券とか株式とか FX というのがあるんです。で、この FX っていうのは外国通貨の売買による差額で利益を得るんですけども、FX というのは買いからも売りからもこれどちらからでも入れるんです。もう少し分かりやすく言うと、例えば、株価が暴落した時にショート、売りから入ると株価が下落すればするほど利益が上がるんですね。そういう仕組みを利用してヘッジファンドはバーツを売って売って売りまくって利益を上げていったんです。こうした動きがアジア全体に広がる。これをですね、アジア通貨危機と呼んだんです。タイ国内では当然資金が引き上げられる。バーツの価値はどんどん落ちていく。銀行は倒産していきますよね。資金源がストップしますから、企業も倒産し、そして地価も下落していくんです。タイをはじめとしたアジアの国々のバブルが崩壊したんですね。ヘッジファンド、これ調べていますと、確かに利益をね、利益のみを追求するヘッジファンドってこれ存在してるんです。ただ、この時代のアジアというのは資本主義がものすごく未発達で、さらにかなりアバウトなところがあるんですね。だから例えば報告された事業内容に嘘があったり、それから株価そのものが操作されたり、また会計そのものが不正だったり、いろんな状況が発生していたのではないかなと推測できます。そういった混乱の中でアジア通貨危機が起こったと私は考えています。アジア通貨危機のこの混乱の中でね、アジアの国々の通貨はドルペッグ、固定相場制から変動相場制へ、半ば強制的にこれ移行したんです。パニック的なその動きの中で IMF はアジア諸国に資金援助を行いました。このアジア通貨危機と関連していそうなニュースを自分なりにまとめてみました。まず日本なんですけど、2022年3月頃から円安になりました。その後、円安が急激に進んだ。で、
日本銀行は数回にわたり為替介入を行いました。ところが10月にはまた円安になってるんです。ここのその部分ですが、円が売られ、再び円が売られてるんですね。この時に日銀数兆円これ1回につき使ってますよね。また6月なんですけど、海外投資家が日本銀行がイールドカーブコントロール維持できなくなるだろう。0.25 を守り抜くことができない。そう考えて大量の日本国債を売ってるんです。ここの 0.25 と 0.5 についてはニュースでよく流れています。この内容はこういう事実があるんだなという程度で今回は OK です。ポイントは大量の日本国債が売られてるんです。12月の20日に日本銀行が10年国債などの利回りの上限を 0.5 に引き上げましたので、この結果、130円台まで円高が進みましたが、この記事読んでて、売られて売られて売られてと、ここに気づいてほしいなと思います。それから2023年の、初旬と書いてあるんですが、現在ですね、インドのアダニグループの株価が急落したんです。1週間で約13兆円失っています。ショート投資で、売りの投資で有名なネイサン・アンダーソン氏が、このアダニグループの不正を非難しています。海外投資家は株価を売却し、社債の購入を見合わせています。どうでしょうか。つまり、アジア通貨危機で起こったことは、過去のものではなく、現在もいろんな国やいろんな場所で、起こってるかもしれません。皆さんはどう考えますか？今日の動画では、アジア通貨危機について学んでもらいました。次はリーマンショックについて考えていきたいと思います。